買った時が完成形で、そうですね。で俺も今これと他にバイクナックルも乗られてますよね。これとナックルですね。はいはい。ナックルと自宅にあるんですけど、義理の息子のはい。アーリーがおーありますね。じゃあ基本その2台とそのアーリーもまあそうですね。アーリーうちにあるんで、はいまあちょっと息子の方がなかなか仕事で忙しくて乗れないから、うんうん、まあ僕がたまに乗んないと調子悪くなっちゃうんで。そうですね、え機嫌損ねちゃうから、え一番乗ってるのはどれですか？一番乗ってるのでもね、大体同じぐらいで乗ろうっていう意識で、はい、ずーっと乗らないでいくとやっぱちょっと調子が悪くなるうんなんで、うん例えばパンヘッドずっと乗ってれば、はい、次じゃあ3週間後にはナックあーなるほどルとかで、前ショベルも持ってたんですよ、自分の。はいはいでもショベルはなかなか乗んなくて、うんまあ、たまに4ヶ月に1回ぐらい乗るとやっぱちょっと最初調子悪くて、であ2週間ぐらいだとまあだんだん調子よくなってきて、ーはいやっぱり3台持ってると、はいなかなかねちゃんと乗れないんで、そうですよね、2台だとね、はい、こっちでこっちでってはいなるんで、一番いいかなと思って。そうですよね。今ショベルのお話が出たんですけど、はい一番最初ショベル乗ってたんですか？そうです。一番最初はショベルで、はい、 72のボートテールでおお純正な感じで、はいはいまあ、それもたまたま雑誌で見た、はい横山さんがはい71年のはい白のボートテール乗ってる写真があったんですよ。はいそれ見てかっこいいと思って、お僕が買ったのははい渋谷の古着屋をやってる人から買ったんですよ。ーへでそこのお店に店長の若い男の子がいて、ーはいその子もハーレー乗ってて、はでその子がかっこいいハーレー屋があるから行こうって言っていはい行ったら、そこが横目さんなんですよ。おお保護陸だったわけですね。保護陸へそこからですね、かっこいいパーツが当時からあったんで、えだから今からも平成8年ぐらいだったんで、僕38区だと思うんで、はい15、6年前ですよ。15 16年前はい多分保護できて1年目とかぐらいとかすごいな。横森さんが30確か5、6って言ってましたからね、その時。はいへー僕も多分若かったと思うんですけど、はい横森さんもすごい若かったですよ。じゃああれですね、ホグホリックの結構最初の結構最初の頃だと思いす、ますよ。はい。はい、じゃああそこでボートテールを買ったんですか？あいやホグでホグじゃなくて、はいでその時も2台持ったんですよ。はい KH っていう。はい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 でまず最初 KH をカスタムしてもらって、はいで、まあ、その後ショベルを4速フレームだったやつを、うんモールディングしてもらって、はいでピンク色に塗装してもらってへでカスタムしてもらってーはいそれでカスタムしてもらってその後ホグでバイクを買ったのがこのパンになるんですか？パンですね。そうなんだ。はいじゃあその時は KH とショベルとこのパンを3台乗ってたそうですね。パンそうですね持ってて、でもうその時には、はいもうだからモジャスとか、は結構若い子たちがマックにも乗ってたし、いはいはい、パンヘッド持ってる子多かったですね。はいはいはいそうなんだ。もう徐々にこう積み上げていった方がはいいかなと思って、はいでこれ買った1年後ぐらいにナックル買っあそうなんですか。で結構早かったんですね。結構早かったんですよ。はへーそのナックルの出会いはどういう感じい、だったんですか？ナックルはもう最終的にやっぱナックル乗りたいっていうのがあって、はいまあ作るのはもちろんのホグホリック、はいまあ、僕ホグホリックしてしか作ってないんで、はいで横森さんに頼んで、はいでまあちょっと悪いやつ作ってほしいで作ってもらったのが、はいやっぱりこう6ベンドのハンドルで、はいはで青いタンクにで CC バー入っててみたいな、いへはい、ーもうめちゃくちゃそれもかっこよかったですね。はいはいあそうなんだ。え今そっちのナックルあれですよね、アメリカ国旗のそうです。もうそれで途タンクがついてて中ではいちょっと変えてみようと思って、へカスタムしたいってタンクをまず変えたいってピーナッツタンクにしたかったんで、ーはいでシートもちょっと変えて、はい CC バー外してみたいな、はいで何個ぐらいだろう、横森さんが7、8個ぐらいのタンクの写真送ってきてくれたんですよ。こうやってバーってどれがいいっつってどれがいいってで最初はこれがいいかなっていうのがあったんですけど、はいまあ違うのも送ってきてくれて見たら、これ正常期かっこいいなと思って、お
確かねモジャスなんかにも「どう思うこれ清浄機いいかな?」って言ったら「いいっすね」みたいな「清浄機にしようか」みたいな、はい人結構ドハマりで、はい、なんか今じゃホグホリックは清浄機のぐらいな清さんもね清さんもね意外とやってる人いないですよね。いないですよね。派手ですからね。まあ派手ですよね、確かに。だからあれ乗る時ナックルの時はこれに乗って負けないようによく派手にしなきゃダメだなってはいはい思えば思うほど、はい、どんどん変な格好になっちゃう確かに藤村さん結構派手な色の洋服着てるイメージがありますね。あれであんまり地味な洋服着ても嫌なのかなと思って負けちゃうっすね。負けちゃうかなと思って確かに。じゃああれですね、ナックルもこのパンも結構買ってからカスタムしたりとかいじりながらこう、はい、なんか楽しんでる感じなんですね。はい、いや面白いな。なんか、はい、この間清さんにお話しさせてもらった時は、はい、清さんはもう買った時が完成形で、そうですね言ってましたもんね、はい、見てたら、はい、なんでそういう楽しみ方もあれば、はい、やっぱり毎年毎年なのかちょっとずつお金を貯めてこう変えていくっていうのもやっぱ楽しみですよね。このパンはストローカーでボアアップもしていてっていう、中も結構いじってあるやつだと思うんですけど、ナックルはどうなんですか？ナックルもそうですね。ナックルもストローカー入ってますね。でスプロー系を28丁にして、まあめっちゃ速いですね。はい、多分メーターついてないんで分かんないんですけど、一回車ポルシェかなんかが走ってて、まあ一緒にバーッと走ってたんだけど、料金所のところでめっちゃ速いねこのバイクって言われて、まあ相手はナックルって分かってたみたいで、その人が今100出てたよって言われたの出るのかってその時に思ってやば。だからこれナックル速いなってその時にすごく。これより速いですか？多分これより速いんじゃないかって。3速とかまではこっちの方が速いと思うんだけど、最高速はナックルの方が速いんじゃないか。圧縮も半端ないです。そうか。これもキックパンにしては結構重たい方なんだけど、全然重たいです。重たいんだ。全然重たい。意外に外人の人にかけさせても結構みたいなグレートみたいなことよく言ってるぐらいだから手応えあるぜみたいな、すごいなみたいな結構なキックアーム2回折ってますか？マジっすか？折れないですよね。折れないじゃないですか。2回折ってますよね。藤村さんもバイクに声をかけるってことですね。いきますか？そうですね。僕もねこの間モジャスが言ってたんじゃないですけど、必ず声かけますね。なんて声かけるんですか？行く時に今日も安全で一日よろしくねっていう感じで、特に遠出行った時は帰ってきた時はタンク撫でてありがとうみたいな勝手に僕の中でここが胸なんですよ。ああなるほどね。でこうしてありがとうっていう感じで、やってますね。ヴィンテージバイク乗ってる人はみんなやってるんですね。やってると思いますよ。これやってないっていう人って結構ムッツリスケベと同じでただ言わないだけでやってるとは思うんですよね。ありがとうは。ありがとう。まあまあ大事ですよね。大事ですね。対話は大事ですね。大切ですね。じゃあ藤村さんそんな感じで車両紹介ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。
買う前に言ってた。そう持ってたよね。すごい長い。前言ったよね俺。一番最初、ハーレーを買うときに、エンジン何も分かんなかったの。ショベルだとかなんだって分かんないから、そのロードホッパーのパンフレットがたまたま手に入って、俺はそれがさ。新品なんだけどヴィンテージに見えるみたいなのに、これが最初はいいのかなって思った。で俺も見に行ったの、町田にあったの。あ、そうなんですか。そう、町田にあって見に行ったんだけど、やっぱり見た瞬間綺麗すぎて八重感がなくて、なんかそこに結局買うまでいかなくて、それでいろいろ探してて。あ、そうなんだ。でもなんかもし一歩間違ってたらじゃあ乗ってた可能性もなきにしもあらずだったんですね。だって面白いね、藤村さんのロードホッパーが来てるの面白い。そうかなっていうようなところまでは2、3度見に行って、やっぱ違うな、こんな綺麗じゃないもんな。結構見に行ったんですね。今度行こうよ。行きたいですね。もしかする。行きましょうよ。だから行きましょうよ。あ、そのツアーいいな、行きたい。あ、行こうよ。いいじゃないですか。公園ちょっと今日は高円寺。行きたい行きたい。買い物ツアー。めっちゃ楽しいじゃないですか。これいいね。はい、やりましょう。それやろうよ。やりましょう。やりましょう。面白そうだよ。いいな。古着屋巡り。古着屋巡り。レジェンドたちと行く。いつも着ないようなものをわざと着させて。ああ、いいですね。はいはいはい。撮影させていただきました。かっこいい。カバーオールも探してるのもね。カバーオールはね、1か2個絶対持ってた方がいい。必需品、特にバイクの時は。藤村さんの今日のもすごいかっこいいですよね。でもちょっとやれててね。これめっちゃいいですよね。これそんなにあれは全然すごいあれじゃないよ。でもなんか着こなしてるっていうだけでさ。着古せる。70年代ぐらいの使える。色合いがなんかいいなこれ。いやめっちゃいいですね。